実際にこう目を閉じた状態での、見え方と比べていただきたいので、一度こう目を閉じていただいて少しずつ強くしていきます。どうですか？今だいぶ近寄ってきていて、そうですね。顔の状態は、固定したまんまで、目を閉じて香りだけを感じてください。この見えてない状態でも目の瞳孔が閉じずに割られてる感覚を、そうしたら目を閉じて左ですね。これはどっちから音するかな。はい、よくできました。そしたら問診から始めていくんですけど、初めて来た方には個人情報受付でも言っていただいたと思うんですけど、ちょっとそれだけもう一度伺ってもよろしいですか？はい、そしたらお名前からお願いします。はい、あとは生年月日を西暦の方で。はいはい、あとは、お電話番号かメールアドレス、どちらかで大丈夫です。すいません。それでは、個人情報だけ先に渡して、次回からは、個人情報登録不要の診察カードだけ発行しておきますので、帰る際にお受け取りお願いします。で、基本的にうちが、問診と、あとは音と視覚っていう部分を使ってストレスのないようにこう、症状の特定と、あとはその顔模索っていう部分を、探っていくという場所になっていますので、基本的に打ち込みながらデータベースと合わせて症状を特定していくので、基本的にお客様はどこを見ていても構わないんですけど、私の方がですね、ちょっとこうパソコンの画面を見る時間が長くなるかもしれないので、そこだけご了承お願いします。それでは、症状の方から、聞いてもよろしいですか？睡眠不足、この時期は多いんですけど、時期的なあれなのか、いつからとかも聞いていいですか？睡眠不足は慢性的。結構このいつからっていう部分無視される方多いんですけど、慢性的で、その慢性的なのはあれなんですけど、生まれた時とか小学校、中学校とか高校とか高校生の時から、よく発症すると。そうしますと、そうですね、睡眠不足の方多くいらっしゃるんですけど、これは聞いといた方が良さそうです。
そうすると朝方か夜方かとかって、夜型、いやでもたまにいらっしゃるんですよ。朝方だけど睡眠不足って、寝るのも早くて起きるのも極端に早い方とか多くて、そうですね、このパターンだとやっぱりこう寝る時の環境に依存する部分と、あとはこう精神的な部分が大きいんですけど、どっちも確かめていきましょうか。そしたらまずこの寝る時の環境の部分で、寝るお部屋のところ、どんなお部屋かって聞いてもいいですか？アバウト過ぎましたね。そしたらそうですね、ベッドかお布団かとか、そういう簡単なところから。はい。で、じゃあ寝る時の部屋の明るさはどの程度かっていうのはちょっと口だと難しいと思うので、このライト使って試してみますので、オレンジのライトとこの白いライト、これそれぞれ試すんですけど、実際にこう目を閉じた状態での、見え方と比べていただきたいので、一度こう目を閉じていただいて、はい、その状態で、私が光を、当て方を変えていくので、自分の部屋の明るさに近いと思ったらはいと言ってください。それでは、はい、どうですかね。今オレンジ色のライトを弱めに当てていて、少しずつ強くしていきます。どうですか。今だいぶ近寄ってきていて、あんまりしっくりこない。じゃあもしかしたら部屋の明かりが白っぽいのかな。そうすると今度白い方がもともと目に入りやすい光で、こうパッと明るく感じやすいので、ちょっと辛かったら教えていただきたいんですけど、もう一度目を閉じて、それではもう一度寄っていきますね。そうするとこれでだいぶ離れているんですけど、どうですかね。今すごい寄せてみてますか？その間くらい。そうするとこんぐらいかな。はい、わかりました。そうですね、白色のライトで明るめで、これ実際に光をつけてるつけてないの問題ではなくて、目を閉じた状態でこう感じ方っていうのは、結構真っ暗でも明かりを感じたりする人とかもいまして、そうですね、なのでちょっとそれに合わせて少しずつ診断していきますね。ちなみに睡眠不足っていう部分で、それ以外の症状だったり困ってることってあったりしますか？いや本当に簡単なことでも何でも大丈夫ですよ。睡眠不足以外に、それはどういう感じなんだろう。ちょっと自分があんまり感じたことない経験なんですけど、不安になりやすい。ただこれがうつ的なものっていうよりかは、本当に漠然とという感じですかね。そうですね。ちょっとその2つの部分同時にアプローチしていくとなると、何だったっけかな。これだ。そうすると香りの感じ方っていう部分で、その人の心身的な状態と体の状態っていうのを判別する方法がありまして、嗅いでいただく光じゃないですね、失礼しました。嗅いでいただく香りがこのお線香の香りなんですけど、これあえて何の香りか言わないので、ぜひこれね、自分で嗅いだりするんじゃなくて私が持っていますので、顔の状態は、固定したまんまで、
目を閉じて香りだけを感じてください。どうですかね。これ実際は白樺の木の香りって言って、これ感じ方が人によって変わるって言われてて、またその精神の状態によって、でもし定期的に通っていただけましたら、多分感じることができるかなと思います。自分自身で今回来ていただいた時と、次回半年後3ヶ月後来ていただいた時で全然感じ方違うかなと思います。そうですね。あとはやっぱり出てくるのが調べてて、過剰に脳が働いてしまって、で今度それがつながってくるのが目っていう部分になってきてて、で目が過剰に働いちゃってると、結局まぶたを閉じてても中の眼球は開きっぱなしっていう状態で、そうすると結局目も脳も休めてなくて、ただ暗い状態の中でただただ時間が過ぎていくという形になるという、過去のね、事例で、そうですね、これが中学生なんですけど、実際にあったというふうに出てきたので、ちょっとその部分確認したくて、そうするとそうですね、ちょっとごめんなさいね。じゃあちょっと顔は合わないで、こっちをずっと、目はこっちを追い続けてください。そうですね、眼球の動きっていう部分が、そしたら今度こっち側見てください。すいません、もうちょっと近寄っていいですか。そうすると、はい、今度はずっと目を合わせてみてください。目を追い続けてください。そうですね、これはご自身で何か感じたこととかありましたかね。今なかなか自分の変化に自分で気づくっていうのは難しいことで、そうですよね。ちょっと一回取ってきてもらいたいものがあるのでお願いします。それでお願いします。でそうすると今やってみたところで、そうですね、普通の人って言ったらちょっと普通じゃない人みたいになっちゃいますけど、あれですね、人間の生物的な、本能でどうなるかっていうと、基本的には、目を合わせた状態で見えなくなってる状態が何度か連続的にあったと思うんですけど、この状態で普通人の目のスイッチっていうのは一回切れるんですね。脳がたとえ目を見るっていう指令を出してたとしても、完全にこれで見えなくなった状態の時に目のスイッチっていうのが一回切れるんですね。何も見えてないので。でその状態っていうのは瞳孔の部分の開き具合でなんとなく測ることができるんですけど、ちょっとそれを意識した上でもう一回だけやってみていいですか。もうちょっと分かりやすくしたくて、今度ライト当てながら、眩しかったらごめんなさいね。目を見てください。で先ほどのこと意識しちゃって大丈夫です。ただその状態でどうなるかっていうのを見たくて、そうですね、完全に、これ見えてない状態でも目の瞳孔が閉じずに
多分目がもともとあったであろう位置っていうのを追い続けていて、いや今までの総合的に見るとやっぱりこの脳のスイッチが切れてないのか、目の力が強すぎるのか分かんないんですけど、きっと寝ている状態でも目っていうのが働き続けて光を、見続けてしまってるっていうのが原因なのかなと。そうするとさっきこの暗くした状態、目を閉じた状態で、部屋の明かりがそんなに強くないにもかかわらず感じた光の強さっていうのがこんぐらいだったんですよ、さっき本当に。でするとだいぶ目が活発に動き続けちゃってるっていうところで噛み合ってるので、原因として1個脳と目の連携が強すぎて、スイッチオフにする力が弱まっちゃってるのかなっていうところですね。そうですね。これは手術とするとか気持ちを改善するとか、生活改善するとか、そういう問題じゃなくって、どちらかといったらなんでしょうね、体に施術という形になるのかな。私たちの方でお客様の体に医学的な、外界的な刺激を与えてあげることで、無理やりスイッチをオフにするっていうのを得意にするっていうのがありまして、ちょっとそれをやっていく方針でよろしいですかね。はい。で、基本的に最初に話した通り、目がオフになるというよりかは、この目のつながっている指で出しているのは結局お客様のこの脳の部分ですので、そこが、目に関わらず、きっとこれ目で起きちゃっている人っていうのは、五感のどこでも味覚だったり嗅覚だったり聴覚だったり、あとはもっと言うと触覚だったり、全部で起きちゃってるので、どうですか、感じたことないですかね。触ってもないのにずっと何かを持ってるような感覚が手に残りやすいとか、それこそ聞いてる音だったりに敏感だったり、その音でゾワゾワしちゃうみたいな、そんな感覚が、いやそうですね。そうなってくるとやっぱりもうこれは確定かなという風になってくるので、そしたらですね、ここからはどこでもいいんですけど、一番やりやすくてストレス、好き嫌いない部分で言いますと、やっぱり音なのかなっていうので、音を感じる時と感じない時のオンオフっていうのをはっきり、させていくっていうのをちょっと今日はやって、気になるたびに来ていただいて、そうするときっとそれから2ヶ月1ヶ月は寝やすくなると、思いますので、とりあえずはその聴覚を利用した脳のオンオフの切り替えをはっきりする、トレーニングっていうのをやらせていただきます。ただこれはトレーニングとは言いつつ、楽しんでいただけるレベルのものなので、はい。それではまずはこっち側の耳、こっち側ですね、こっち側の耳を、触るんですけど、はい、これ大事なのが、脳がどっちの耳っていうのをはっきり判別できてないといけないので、目を閉じた状態でまずは練習ですね。はい、何も考えずに感じてください。この耳を触られてる感覚を、はい、じゃあ今度逆側いきます。で、こっからが大事な部分で、結局はどっち触られてるかなっていうのが、判別できるようになっていくとどうなるかっていうのと、左の耳はオフにして右の耳はオン、そういうのができるようになるんですね。これが今の状態だと両耳ずっとオンにしてる状態っていうのが結局過剰に脳を働かせちゃってることにつながってて、そこが、寝てもずっとオンになっちゃうのにつながっちゃうので、どっちの耳で感じ取ってるかなっていうのを、確かめるために、はい、目を閉じた状態で、どっち触られてるかを教えてください。
右ですね。正解。で今度は、同じ方ね。上手ですね。いい感じですね。で今度は少し音の、この強い部分っていうのを弱めて、よりこう難しい判別にしていくので、じゃあ次は手を、これをどっちから聞こえてるかなっていうのを確かめてください。そうしたらまずは見た状態で、まずはこっち側の耳からやると、逆側の耳あります。結構これ難しいと思うので、はい、閉じてみてやってみますね。どうですか？どっちにも偏って聞こえない。そうですね、やっぱりこのレベルになってくると、やっぱり判別が難しくなってきてるので、やっぱりこうオンオフの切り替えが苦手だっていうので、じゃあちょっともう間の段階のこう音をちょっと試していこうかなと思います。そうですね、いきなりちっちゃい音にレベル上げすぎちゃったので、はい、そうしたらこの音わかりますか？これが右と左どっちからしてるか、そうしたら目を閉じて、左ですね。右ですね。完璧です。そうですね、このレベルができていれば、最初の状態よりこう徐々に研ぎ澄まされていってると思うので、はい、そんなに不安がある必要はないのかなというのが今日のところの判断ですね。はい、そうしたらじゃあちょっと先ほどのやつの間として、乾燥してる手に比べてやっぱりこうちょっと濡れてる手っていう方が感じ取りやすいので、これで、左右判別できるかっていうのを試してみようかな。じゃあちょっと1段階レベルを上げて、私の目だけに集中してください。はい、目で見ちゃうと結局左右どっちか分かっちゃうんですけど、目には情報を入れつつ、できるだけ見えない場所で私が手で音を出しますので、その状態で、音の判別ができれば、目はオンで片耳はオフで、もう片耳はオンで、こう3つ同時にオンオフできることになりますので、はい、そしたら目を見ながら、今どっちから音がしてますか？はい、右側正解です。じゃあ目見続けたまま、今度はどっちから音するかな。はい、よくできました。そうですね、はい、もう目離していただいて大丈夫ですよ。こういう感じで、自分でものお家でも実はこれできるトレーニングになってまして、五感のどれかをオンにしながらどっかはオフにする、これが結構大事なのかなっていうふうに思ってて、こう一時的な対処にはなっちゃうんですけど、それこそ短いスパンでも3ヶ月程度で、なんなら、眠れるようになってきてれば半年に1回ほどこう通っていただくっていうのを続けていただければ、
すぐに、改善できるそんな症状だと思いますね。その当時それになっていた中学生の子は結局1年に1回来るっていう、さっき言ったのよりもだいぶ、間を空けるような形で来ていただけてたんですけど、そうですね、それでも高校3年生では治ってるので、あと3年ぐらい、1年に1回でも3年で治るということで、いっぱい来ていただきたかったらいっぱい来ていただいて、はい、もちろんね、そういう部分じゃない、どっか体が痛いとか、はい、だるいとか、怒りっぽいとか、そういう部分も、あと食べ過ぎちゃうとか、そういう部分も、ここでは一応こういうアプローチの仕方で、診断していって、改善に向き合うという、場所になっていますので、またお困りごとがありましたらぜひ、最初に発行したその診察カードっていうので、何度でも来ていただけるので、ぜひ、見に来るというのはですね、私たちに見せていただいて聞かせていただくことで、お助けできるかなと思います。はい、どうですかね。でもさっきから目がいい感じですね。目を追ってる時とそれ以外見てる時で、明らかに瞳孔の開き方が変わってたり、もう今の時点で結果も出てきているので、今日はゆっくりお休みいただけるかなと思います。それではまた、そうですね、来ていただけると嬉しいです。予約しておきますか。基本的にそうですね、ここで働いてるお医者さん側が、3人いまして、私の担当が月曜日の午後と、あとは水曜と木曜の全日っていう風になってまして、ありがたいですね。全然指名とかなくても他の先生でもね、同じような対応してもらえると思うんですけど、せっかく、そうですね、そしたら木曜日の中で探すと、この日程あたりが良さそうかな。そしたら予約入れときましたので、最初に登録した、電話番号かメールアドレスの方にご予約表がいってますので、ありがとうございます。それでは今日はお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。